異性化横取り上司を著作権トラップで完全論破。この AI は俺が開発した。真の開発者は俺だけど。俺は30歳の AI エンジニア。中堅 IT 企業で機械学習システムの開発をしている。今回の話は俺が1年かけて開発した AI モデルを無能な上司に丸ごと横取りされた話だ。事の発端は1年前、会社で新規プロジェクトの話が持ち上がった。大手製造業の取引先から製品の不良品検出 AI の開発依頼があった。予算は5000万円の大型案件。俺はこのプロジェクトの技術リーダーに任命された。大型案件じゃ。不良品検出 AI か。難しそうだな。このプロジェクトには大きな課題があった。不良品の判定精度を 98% 以上にする必要があった。従来の画像認識では 90% 程度が限界。俺は最新の深層学習技術を駆使することにした。 CNN とトランスフォーマーを組み合わせたハイブリッドモデル。データ拡張とアンサンブル学習も取り入れた。すげえ本格的だな。一有能素。開発は想像以上に大変だった。まず学習データの収集だけで3ヶ月かかった。不良品の画像を10万枚以上集める必要があった。モデルの精度が上がらず何度も挫折しかけた。ハイパーからメータのチューニングだけで2ヶ月。深夜まで残業。休日も返上して開発に没頭した。家族との時間もほとんど取れなかった。学習用の GPU が足りないから自腹で AWS のインスタンスを借りて学習させた。費用は30万円以上。自腹で30万。会社が出せよ。上司に GPU 予算を申請したんだが予算はない。自分で何とかしろ。と一蹴された。最悪な上司じゃん。5000万の案件なのに30万もケチるのか。それでも俺は諦めなかった。このプロジェクトを絶対に成功させたかった。ついに完成した。不良品検出の精度は 98.7%。処理速度も従来システムの3倍速い。すげえ。一致グッジョブ。1年の努力が報われたね。これで取引先に納品できる。評価されて昇進もあるかもしれない。そう思っていた矢先、おいちょっといいか。原田部長が俺を会議室に呼び出した。 AI モデル完成したんだってな。はい、精度 98.7% を達成しました。そうか、それは良かった。ところで来週取引先で発表会があるんだが。はい、資料も完成しています。発表は俺がやる。ええ、このプロジェクトは俺が企画して立ち上げたものだ。技術的な判断も全て俺が指示した。いや、でも実際の開発は俺が。お前はただのコーディング要員だ。俺の指示通りに手を動かしただけだろ。そんな、部長は何も指示してないじゃないですか。技術者ってのは上の指示で動くもんだ。この AI モデルは俺の成果だ。これは完全に横取りだろ。上司として最低。一致がかわいそうすぎる。なんとかしてやり返せないのか。それはあんまりです。俺が1年かけて開発したんです。文句があるならやめてもらって構わんぞ。それからお前は発表会には出席しなくていい。今後はこのプロジェクトから外れてもらう。プロジェクトから外される。開発は終わったんだ。お前はもう用済みだ。もちろん昇進もボーナスもなしだ。クソ上司すぎる。これは許せない。一致かわいそう。俺は呆然とした。1年間の努力が全て奪われた。休日も深夜も働いた。家族との時間も犠牲にした。それが全て水の泡だ。自腹で30万円も使ったのに、休日も深夜も開発に捧げたのに。そして取引先での発表会当日、俺は会社で留守番。発表会の様子は課長が実況してくれた。一致、今原田部長が発表してるよ。そうですか。皆様、本日は貴重なお時間をいただきありがとうございます。私が1年かけて開発した画像認識 AI をご紹介します。深層学習の最新技術を活用し CNN とトランスフォーマーを組み合わせたモデルです。
それは最先端の技術ですね。不良品検出精度は 98.7% を実現しました。従来システムの 90% から大幅に向上しています。処理速度も従来の3倍です。リアルタイム処理が可能になりました。素晴らしい、素晴らしい。これなら我が社の生産ラインに導入できる。ありがとうございます。最新の深層学習技術を駆した結果です。一期、取引先の社長がめちゃくちゃ喜んでる。契約金は3000万円に決まったって。そうですか。本当はお前の功績なのにな。発表会は大成功に終わった。原田部長は一躍ヒーローになった。社内では天才園児に後称賛された。俺の名前は誰も口にしなかった。やったぞ。3000万円の契約だ。原田君、素晴らしい仕事だ。君を部長に昇進させよう。特別ボーナスは500万円だ。ありがとうございます。俺には何もなかった。昇進もボーナスもなし、それどころかプロジェクトから外されたまま別の雑務プロジェクトに回された。辛すぎる。こんなの許されていいのか。一致諦めないで。でも実はな、俺には秘策があったんだ。ええ。秘策。実は開発中から上司に横取りされる可能性は考えていた。原田部長は過去にも他人の手柄を横取りしていたからな。だから俺は AI モデルに著作権保護の仕掛けを組み込んでいた。著作権保護。お、頭いい。具体的には3つの仕掛けを用意した。1つ目は特定のパターンの画像を入力すると開発者情報がアウトプットに表示される仕組み。電子透かしみたいなもの。そう、モデルの出力に俺の名前と開発日時が表示される。それ完全にバレるやつじゃん。しかも解除には俺のプライベートキーが必要。完璧な証拠じゃん。2つ目はモデルの重みファイルに俺の開発者 ID を埋め込んだ。重みファイルって書き換えられないの？書き換えたらモデルが動かなくなる。ID は暗号化された状態でニューラルネットワークの重み係数に組み込まれてる。ガチのプロじゃん。3つ目は全ての開発履歴を詳細に記録していた。Git のコミットログ、AWS の学習ログ、手書きのノート、全部タイムスタンプ付きで残してある。準備万端じゃん。これは楽しみ。そしてその仕掛けが発動する日が来た。取引先が実運用テストを開始した。そして運命の瞬間が訪れた。おい、なんだこれは。 AI の出力に変なメッセージが出ています。表示されたメッセージはこうだった。リベロ9度 Y 田中宏 ID BH20190001 アンオーソライズドユーズディテクテッドオリジナルディベロッパーオーセンティケーションリクワイアド。田中、誰だそれは。原田部長が開発したと聞いているぞ。これはどういうことだ。説明しろ。モデルの重みファイルを確認しました。メタデータに田中宏という開発者名が埋め込まれています。しかも暗号化されていて削除不可能です。これは一体どういうことだ。そして会社に電話が来た。原田部長、これはどういうことですか。それは AI の出力に謎のメッセージが表示されています。開発者は田中宏とある。あなたではないのですか。それはバグです。すぐに修正します。バグ。そんな重要な情報がバグで混入するはずがない。我が社は知的財産権に非常に厳しい。開発者の証明ができなければ契約解除も検討します。契約解除は分かりました。調査します。原田部長は設定。ざま。原田部長は大慌てで俺を呼び出した。おい、お前何をした。何をしたとは。 AI に変なメッセージが出るんだ。お前の名前が表示されるらしいな。それは著作権保護可能です。著作権保護。はい、真の開発者だけが解除できる仕組みです。ふざけるな。すぐに解除しろ。では開発者を証明していただけますか。証明。部長が本当に開発したのなら証拠があるはずです。Git のコミットログとか開発ノートとか。それはお前が作ったという証拠はあるのか。もちろんあります。まず Git のコミットログ3652コミット。すべて俺のアカウントです。初回コミットから最終コミット
は俺が指示したからだ。では指示した記録はメールも会議の議事録も一切ありません。次に AWS ページメーカーの使用履歴、学習時間は合計8760時間。すべて俺のアカウントです。これは約1年分の連続学習です。すべての実行ログに使えますスタンプと使用リソースが記録されています。以上のアカウントから配置度も実行されていません。さらに学習費用の個人支払い記録、俺のクレジットカードから32万円以上支払っています。部長が GPU 予算を却下したからです。それはそれから深夜、休日の入退室記録、1年間で休日出社は180日、深夜残業は250日、部長は定期退社のみです。だからそれは俺の企画と指示があったからだろう。では企画書を見せていただけますか。企画書も使用書も全て俺は作成しました。バージョン履歴を見れば一目瞭然です。部長配置度も編集していません。最後に技術ノート500ページ、全て手書きで日付入りの写真も保管しています。これらの証拠を見てまだ部長が開発したと言えますか。取引先には真実を伝えます。そして社長にも報告します。待て。1年間の努力を横取りされて黙っていると自腹で30万円払って休日も深夜も働いて、それを全部部長が横取りした。もう我慢できません。わかった。ボーナスを分けよう。お断りします。これから社長と取引先に全ての証拠を提出します。翌日、緊急役員会議が開かれた。出席者は社長、法務部長、課長、取引先責任者、そして俺と原田部長。田中君、すべての証拠を提出してください。はい、こちらがすべての証拠です。Git コミットログ3652件、すべて私のアカウントです。 AWS 学習履歴8760時間、私の個人アカウントで実行。学習費用30万円、私のクレジットカードで支払い。入退室記録、休日出社180日、深夜残業250日。企画書、使用書のバージョン履歴、すべて私が作成。技術ノート500ページ、手書きで日付入り写真も添付。原田部長からの技術指示メールや会議議事録は一切ありません。原田部長、これに対してどう説明されますか。私は企画と方向性を示しました。その記録はそれは口頭指示なら少なくとも打ち合わせの記録があるはずですが。それは廊下で立ち話を。俺のスケジュール帳には部長との打ち合わせ記録が一切ありませんが。発表会で私が1年かけて開発したと明言されましたね。これは詐欺に等しい行為です。原田君、これは重大な背信行為だ。他人の成果を横取りし、取引先にも虚偽の説明をした。会社の信用を著しく損なった原田君を懲戒解雇とする。そんな、待ってください。私にも家族が、ローンが。それは田中君も同じだ。特別ボーナス500万円は全額返還、さらに田中君への損害賠償として500万円を支払うこと。1000万円。当社としても取引先への謝罪と説明が必要です。真の開発者が田中さんと分かり安心しました。今後畑中さんと直接やり取りさせていただきたい。田中君、君をシニア AI エンジニアに昇進させる。年収派200万円アップだ。200万円も。そして次期 AI プロジェクトのリーダーにも任命する。特別雇う労金として500万円を支給する。それから自腹で支払った学習費用30万円も全額保証しよう。ありがとうございます。原田元部長は懲戒解雇され、業界内で悪評が広まった。転職活動をしてもどの会社からも断られているらしい。 IT 業界は狭い。不正をした者の情報はすぐに広まる。彼の IT キャリアは完全に終わった。他社への転職も困難になったらしい。俺が開発した著作権トラップ派 AI モデルの知的財産保護の新手法として学会で発表された。俺の名前は業界内で高く評価されるようになった。取引先からは直接ヘッドハンティングのオファーもあったが、
今の会社で自分の技術を磨いていくことにした。これからも誠実に正しく仕事を続けていく。努力は必ず報われる。それを証明できた。以上が俺の話だ。最後まで読んでくれてありがとう。主をつすっきりした。一致グッジョブ。めでたしめでたし。著作権トラップ頭いい。これぞプロの仕事。